アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まりました。中東での戦争ということもあり、関係ないと思っているかもしれません。しかし、その考えは間違っています。なぜならば、日本は中東の石油に依存しているからです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、前半部分で中東情勢、後半少しウクライナ情勢についての話をしていこうと思います。まず最初に、世界的なトップニュースとなっているイランに対する攻撃、この徹底解説から行っておきましょう。アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃からまずは先端が開かれました。攻撃は複数回にわたって行われており、現在報じられている段階においては、イランの30カ所に対する攻撃が実施されたそうです。イラン側の被害状況について詳細が報じられているわけではありません。ただ、未確認情報ではあるものの、最初の一撃ですでにイラン軍の総司令官と国防大臣が死亡したのではないかと言われています。逆に言えば、アメリカとしてはそのように、イランの中枢にいる人物を徹底的にマークした上で、最初に狙ったという可能性があります。一旦戦いが始まって、こうした重要人物を追跡していくというのはちょっと難しいでしょう。むしろ、最初の油断しているもしくは、居場所が把握しやすい段階において、一挙に攻撃を行う、そうした作戦だった可能性があります。一方、こちらはイラン側の反撃で、中東全域にアメリカの基地は様々なところにあります。この映像は、バーレーンにあるアメリカ軍の施設に対する攻撃を行ったとのことです。このようにまずは遠距離攻撃を互いに行うといったところからの戦いが始まりました。さて、こうした戦い、その原因やどうして攻撃を行ったのか、少し時を遡って説明を行っていきましょう。まず第一にアメリカのトランプ大統領が記者会見を行い声明を発表しています。今回の攻撃にあたっては、イランの核兵器保有の意思を完全に奪う、そうしたことが目的の一つだと述べています。イランを放置しておくことはアメリカに対する危機が存在し、これを除去する必要がある。そしてこれまでのイランの態度というのは、アメリカに対する脅威もしくは核兵器の拡散といった問題を引き起こすこともあり、このような政権といったものにアメリカは警戒しなければならなかった。だからこそ今、イランに対しては決してこのままでは許さないという意思を示す必要があったとトランプ大統領は述べています。その上で、イランの国民に対して空爆中には身を潜めて、そして攻撃が終わった後には改めて国民の手でイランの体制もしくは権力、政府といったものを掌握してほしいといったような言葉をメッセージとして発しました。こうした声明からトランプ大統領としては、イランの核兵器開発能力を奪いたいし、また現在の政権についてももういっそのこと倒れてくれたらいいのになというような要望を述べています。ただし同時にアメリカが何かイランの新しい体制づくりを支援するといったわけではありません。現体制を攻撃するけれども、その後どうなるかについてはイラン国民の手に委ねるという姿勢を示しています。少なくともここからわかるのは、アメリカやイスラエルは別に地上部隊を送ってイランを完全占領するという意思は全くありません。このようなことは誰も考えてはいないでしょう。しかし同時に、遠距離攻撃だけで政権が倒れるかどうかは誰にもわかりません。特に攻撃されることを前提とした地下施設が非常にたくさんあることから、空爆を逃れて主要人物がこの後地下に潜って生き延び続けるといったことは十分あり得るわけで、政権転覆まで行えるかどうかについてはまさに神のみぞ知るといったところです。さて、差し迫ったアメリカに対する危機があるかどうかについては全くの不明です。次に、核兵器を開発しているであろう、もしくは核兵器を開発しそうだなという点については、これは世界中から疑惑を持たれており、この点についてはトランプ大統領の意見はまさにその通りです。そもそもの話で振り返っていくと、パキスタンにおける核開発計画といったものが持ち上がり、その中心人物が核兵器の開発に成功した後、北朝鮮やイランに対して核兵器開発の技術供与といったものを行いました。見返りがどのようなものであったかについては定かではありませんが、少なくとも北朝鮮はそうした技術協力を受けて実際に核兵器の開発に成功しました。イランの場合だと北朝鮮ほどはうまくはいきませんでした。何しろ北朝鮮の場合だと手を出せばもしかしたら中国が出てくるかもしれないというある意味
バックのいる存在だからこそなかなか手が出せなかったという面があります。一方にイランの場合だと、すでにイランそれ自体が地域大国ですから、バックにいる国といったものが一応はいません。それでいて、イスラエルとイランとの間を非常に厳しい関係がありますから、核兵器開発計画といったものはすぐに露見し、イスラエル側からの実際の空爆も行われたし、核兵器の開発計画に加わったであろう人物たちに対する暗殺計画なども実施されたと言われています。そして世界的にもこうした核兵器の開発計画といったものを疑惑で持たれている理由というのが、核兵器を作るのに必要な濃縮ウラン、その濃縮作業それ自体が進められていたという事実です。近年になってそこにさらに大きな問題なのが、IAEA の査察に対してイランは決して協力的ではないという部分です。2025年、イスラエルとアメリカが大規模な空爆を行ってイランの防空体制を破壊し、核兵器の関連施設に対する空爆も行いました。ここで問題なのはその後イランがどうしたかです。濃縮されたウランについては現在すでに IAEA がどこにあるかもわからない状態になってしまい、すでにイランが隠蔽、秘匿している状態にあります。イスラエルやアメリカの諜報機関なら隠し場所を把握しているかもしれませんが、IAEA という国際機関の目を逃れている点からして、イランがやましいことをしていると考えるのは、これもまた不思議な話ではありません。そしてもう一つはこうした核兵器を作れるぞという一歩手前に来ている状態にあって、さらに長射程のミサイル開発なども進めているということです。核兵器ができて、長射程のミサイル、大陸間弾道ミサイルが作れれば、その脅威といったものは地域だけでは済まない。アメリカに対しても牙を剥く可能性があることから、止められるものであれば止めてしまおうという考えがトランプ大統領にあるのは間違いありません。ましてや、この中東地域においては、関係の深いイスラエルからの要請もあって、アメリカが攻撃しないんであれば、イスラエル単独で攻撃を行うかもしれなかったという面があります。ただ、ここ最近のイランは、トランプ大統領の言動、そして米軍の集結具合といったものを見て、外交的にはかなり譲歩する姿勢を示していました。イランとアメリカの交換協議が行われており、その場においてイランがかなりの譲歩をするであろうと、仲介役のオマーンの外相がインタビューに答えていました。ですから、会談を重ねていけば、そのままある程度の妥協点を探り当てるといったことは可能だった可能性もあるわけです。しかしそれでは、トランプ大統領は満足しませんでした。だからこそ今回の攻撃に至ったわけです。なぜこうした週末における攻撃を行ったか。この点については様々な意見がありますが、少なくとも最初の一撃で激しい攻撃を行って、国際市場に対する影響を少しでも減らしておきたかったのではないかと言われています。例えば、週明けの月曜日に攻撃を始めてしまうと、それはまさに株式市場に大きな動揺を与えてしまいます。国際的な取引といったものに対する影響が広がれば広がるほど、話は違う部分で大きくなるものです。しかし、休みの間に攻撃を行えば、ある程度の方向性が見えるし、またイランがどのような対応を取ってくるか、いわゆる未知数の部分が明らかになります。不確定要素が多ければ多いほど市場は動揺するものですが、ある程度の情報が揃えば、大体の方向性といったものを見据えた上で取引が始まるものです。何にしてもこの戦いそのものについては、アメリカもイスラエルも陸上戦力を投入する予定がないというのが、かなり明らかなわけで、そうした面では一方的な攻撃と反撃がちょろっとあるというような具合にして、かなり不均衡な形になるでしょう。2025年段階ですでにイスラエルとアメリカによる軍事力はイランを圧倒していることは明らかになっています。中国製のレーダーや自国産のレーダーではアメリカ製のステルス戦闘機を把握することができない。ロシア産の戦闘機やロシア産の対空兵器では、捉えることができないのであるから、全く対抗する術がない。そうした意味で、アメリカによる戦闘機とミサイルによる攻撃では、イランは一方的にやられるばかりというわけです。ちなみに今回の戦闘においては、アメリカ国内で開発が進められていた低価格で大量生産するタイプの大型突撃ドローンの投入実験が行われるという話もあるので、アメリカとしては、ある程度の新兵器開発とその実地データも一緒に取りたいという思惑があるかもしれません。これはあくまでもちょっと横の話で、
もう少し大きい話としては、やはり資源をある程度アメリカの利権として確保したという思いがあると言われています。例えば、つい最近行われたベネズエラ攻撃においても、ベネズエラは世界的に見れば、扱いは難しいものの、超重質油という石油資源があります。アメリカの石油会社において、こうした石油資源を10年、20年と開発する利権を与えれば、その富というものはアメリカにもたらされることとなります。イランについても同様の話があって、イランもまた地下のエネルギー資源の多い国です。現在は国際的な制裁下にあり、市場に出てくる量は限られています。だからこそイランは非常に経済的には逼迫しており、資源が豊富なんだけれども、国内では多くの人々が苦しむというような状態になっています。最終的な大きな目標としては、政権が倒れてくれればいいし、その政権が倒れた後に、アメリカの影響力をこの地域に及ぼすことができれば大成功というような状態でしょう。最低限でも達成したい目標値というのが、核兵器開発の完全な放棄もしくは修復不可能なほどに関連施設などを破壊し尽くすか、弾道ミサイル開発については、施設を破壊しただけではそうは止まらないでしょうが、これもまた政権そのものを変えようとするという意図がうまくいけば、開発計画そのものが頓挫する可能性もあります。何にしてもイランを叩けるだけ叩いとこうというのがトランプ大統領の考えかもしれません。ただしトランプ大統領がどこまでやるかについては、これもまたかなり未知数です。なぜならばアメリカ国内におけるこうしたイランに対する攻撃、それほど高い支持率というわけでもないのです。そもそもトランプ大統領はアメリカが世界中で警察官のように振る舞うのはもうやめにしよう。アメリカはアメリカのためだけに動くことにしようというようなことを、当初は言っていましたから、決して世界中でアメリカの権益を守るためにもしくはアメリカにとって都合のいい戦いをすると、そういったような話はしてこなかったという面があります。ですから非常に長期間にわたって攻撃するかどうかについては、かなり流動的だと見た方が良いでしょう。それこそ意地悪く見ている政治解説者の中には、中間選挙にめがけてある程度華々しい功績を積んで選挙に対する支援材料になれば、もうそれだけで十分という考えがあるかもしれない。そのようにアメリカ国内政治との絡みで、今回のイラン攻撃を解説する方もおられます。そうした要素も十分あり得るというのが、トランプ大統領のちょっと他の政治家と違うところです。そして、このようにしてアメリカ、イスラエル、そしてイランという、この3つを主軸にして話をしてきたわけですが、じゃあ日本が全く関係ないかといえばそういったわけではありません。常にこの地域における情勢悪化といったものは日本に大きな影響を与えるものです。日本が中東石油に非常に依存しているからです。アメリカの攻撃がどれほどイランに対する激しいものになるかは、これもまたやってみなければわからないわけですが、例えばイランが石油を運ぶ船の航路であるホルムズ海峡付近で何か軍事活動を行ってしまうと、それによって石油の流れそのものが大きく遮断されてしまいます。他の場所から他のルートから運んでくるというのも当然できるわけですが、そうは言ったとしても、そうした危機事態が発生したことそれ自体が国際市場における石油価格を大きく高騰させ、それがまた日本国内にダメージを与えることとなります。ちなみに量そのもので言えば、現在世界市場における石油は少し供給過剰で在庫がダブついていると言われています。ですから石油がなくなるかといえばなくなりはしません。問題なのは価格の変動が大きく出れば、その価格の変動が直接ダメージになってしまうということです。ですから遠い国の出来事だなと思わず、それが回り回って私たちの生活、特にお財布に悪影響を及ぼす可能性といったものは忘れてはいけないでしょう。さて、散々中東情勢についてのお話をしたので、最後にちょこっとおまけ的にウクライナ情勢についての話をしておきましょう。今日ウクライナ側から出ていた情報としては、新しい短距離ミサイルの開発が成功し、発射シーンといったものが公開されていました。射程は 200km、搭載火薬量としては 150kg、名前はファイアーポイント社の7番目の製品ということで FP7、FP7 といった名前となっていました。このファイアポイント社というのは、ロシアによるウクライナ侵攻以降、各国から支援される兵器類が
どうしても防衛よりかもしくはある程度支える段階ぐらいしか物が入ってこないので、どうしても攻撃力不足になるといった問題がありました。そこでウクライナ国内でなんとか攻撃用の兵器を作らねばならないという問題を抱えていました。ファイアポイント社はそうした問題に取り組み、長射程の大型ドローンであるとか巡航ミサイル、そして今回は短距離のミサイルといった具合にして攻撃兵器類を次々と開発している企業です。ウクライナ政府はこうした国内で育った新興の防衛産業たちに対して資金面での支援といったものには限界があるので、ある程度海外に販売することも念頭にした上で産業育成を図ろうとしています。少なくともこのウクライナで作られた兵器について実戦投入されれば、そこでロシア軍相手に使って通用しましたよというある意味お墨付きを与えることができます。ましてや、ロシア側が何か対抗技術をもってして攻撃兵器を無効化しようと図れば、今度はそれをもとにして改良を加えることによって、さらに実戦経験を積んだ上での兵器開発といったものが進むこととなります。そうした実戦で鍛え上げられた兵器というのは当然、全く戦闘経験のない人たちによって開発された兵器よりも評価は高いものです。このようにしてウクライナで開発された兵器が他国に販売され、そこから得られた資金をもとにしてさらに増産を図り、ロシア軍に対して使われるといったようなことが、これからは起こり得るというわけです。ちなみに日本の場合だと、すでに長射程のミサイルについては開発、生産、配備の段階に入っていることから、すぐにでもウクライナに対してこうしたミサイル類が欲しいといったような話にはなりません。ただし、日本の場合だと圧倒的にドローン類については実戦経験が全くないことから、ウクライナ企業から学ぶことは非常に多いはずです。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本に対しては防空兵器類についての支援といったものを求めていますが、日本からはただ単純にウクライナ国民を守るための支援だけではなく、ウクライナが得た戦争における教訓や兵器開発のノウハウ、運用方法などについて取引するような、かなり戦争という距離が差し迫った問題であることを意識した行動といったものも取ってほしいものです。戦争が起こらないという前提であれば、そうしたことは必要ないでしょう。しかし、日本の外の状況を見れば、侵略している国がまさにお隣ロシアであり、そしてロシア以外にも非常にきな臭い動きをしている国があることは、これは明らかな事実です。攻撃を行うための理由といったものがどんどんとこじつけになって日常化してしまうと、もはや軍事力があれば使うものだし、使った方が得になるみたいな世界の常識そのものが変わってしまう危険性もあるわけです。あなたは今後の流れどのように考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。